この話聞けただけで今日来てよかった。あ、ほんまですか。ありがとうございます。横井っていう人がおらんかったら僕ダンス人生は本当にここまでは来てなかったと思う。なるほど。で逆にこう倒れそうになってるのをね支えたいっていう気持ちだから、なんかそういうのを話しているうちにそれが家族なのかなってこう思うようになって、はい。あの作品って酔っ払いが出てきて、でそれが時間がバーって巻き戻って、酔っ払う前、その飲みに行こうぜのところまで巻き戻してから一番最初に戻すっていうネタで、もうあの時もいろんな人から「あれやばい」みたいな感じで言われたんですよね。あれどうやって作ってるんですかみたいな話をよく言われるんですけど、20回目のジャパンやったから、お祝いの気持ちっていうのと、京吾だけ、ジャパン取ってないんですよね。僕と門っちは取ってるけど、なるほどなるほど。ボリューム20で京吾が「俺もやっぱタイトル欲しい」って言って、じゃあやろうかってなって3人でそれぞれ曲作って、でどれがいい、いやもう俺は自分のがいいってみんな言うわけですよ。曲決まれへんから門っちが「じゃあもうせっかく今回京吾がやりたいって言ってんねんし、京吾の曲で行こうよ」っつって練習しだしたら、振りが一向に進まないんです。もうほんまに3時間で4カウントとかで2回ぐらいそういうのを繰り返して「今日はいやもう曲作り直しますわ」っつってで曲作り直してきてでやってまたうまくいかへんくて、門っちも疲れてきて、ずーっと座りながら僕と京吾が練習したの見てるんですよ。テーマ作るみたいな、例えば酔っ払いとかっていうのがきっかけなんですよ。で酔っ払いでじゃあ作り出して「ああこれやったらいけるこれやったらいける」っつって「おお楽しい楽しい」っつってやって作ってる時に「ちょっと待って」って「これ酔っ払っていった先ってヘベレケしかないわけじゃないですか。で僕らやっぱりダンス作る時ってやっぱ最後に詰めるシーン作るんで、詰め込まれへんのちゃうかってなって、詰め込みたいな、どうしよう。でも一番その酔っ払いが元気な時って飲み始めやから、飲み始めを最後に持ってこよう。あ、巻き戻し行こうっつって門っちが言い出して、で門っちが「ちょっと待って、飲みに行く前から巻き戻そう」って言ってあれができたんですよ。だからあの作品ってメインを最初作るじゃないですか。でここを作ってここまだできないんですよ。巻き戻しのシーン作らなかったから。だからここ作った後にここ作って、でここまで巻き戻してここ作るみたいな。こんな作り方して、だからどうやって作ったんですかって言われたら、いやもうあれ奇跡やね。なるほど。思いつきだけやね。なるほど。京吾はタイトル取られへんかったわけやね。はい、そうですね。でも結局最終的に京吾はバトルとかでどんどん優勝していって、自分のポジションっていうのが自分で作ってきました。いやもうそういう意味でボリューム30でねジャパン出てほしいな。わあすごいな、すごい話が来ました。ちょっとチーム内で相談しておきます。自分の中でこう印象的なバトル、このバトルは見てくれ。僕が今までやったバトルの中で一番会話したバトルは静岡のリフチェイスっていうチームのテラっていうことをやった時のバトルが一番僕も楽しいし、テラもめちゃくちゃ良くて、あれより会話できたことまだなくて、そのバトルがめちゃくちゃ見てもらいたいです。それは YouTube に載ってる。 YouTube に載ってます。はい、延長になったんですよね。僕もともと専攻ですぐ行っちゃうタイプなんですけど、僕専攻で行って、高校専攻高校でドローで延長ってなった時に、あいつ仕掛けてきて、僕専攻やったからもちろん専攻で行くつもりじゃないですか。やのにあいつ来ようとしたから、いや生かしたらあかん負けると思って行って、でそこでこう2人でこうちょっと踊ってから俺行くみたいな感じのところがもう俺の中ではなんかめっちゃ会話できて、でもそれを見た寺が「わあやるな」みたいな感じでも返してくるみたいな会話感がめちゃくちゃあって、なるほど、あのバトルはめちゃくちゃ好きですね。で勝ちました。で優勝。その時優勝しました。アライブの関西予選で最後決勝で当たった優先っていう、今たわしっていうチームでめちゃくちゃ頑張ってる。この前のジャパンの広島大会でかましまくってた。ぶちかましてたよ。あの子とのバトルがめちゃくちゃ楽しかった。もう若さ、エナジー、パワーみたいな感じできて、僕のダンスのスタイル的には、どっちかって言ったらエナジー寄りなのと、ハンドテクニックやったりとか、そういうものが結構メインで踊ってるんです
ですけど、すごいこう仕掛けてくるっていうか、あんだけ仕掛けてくる子って僕今までやっぱなくて、僕のことを見てくれてるんか見てくれてないか分からへんけど、おらへん体で踊られてるって感じることがすごく多いんですよ。あの子はまっすぐ僕を見てきて、それも延長だって、最後に昔の夕方サーブの曲かかって、僕がもうテンション上がりすぎて狂っちゃったっていう感じですね。なるほど。ヒップホップ踊ってへんやみたいな。なるほど。はい。狂いがちしてる。狂いがちしたやつです。あれは僕のアホなとこですよっていう意味で見てほしい。なるほどなるほどなるほど。これは面白いね。あなた。メンバーの中でね、今一番アグレッシブにバトルに出てるけど、なんでそういうこのバトルに出まくろうと思ったきっかけっていうのは？僕もともとバトルめちゃくちゃ苦手やったんですよ。でザ・ゲームもフックアップも1回ずつ出たことあるけど、もうただただ空回りして終わったんですよね。もう向いてへんなって思ってて。でバトルになったらこう自分が出せないみたいな。なんかね、緊張するんですよね。で緊張するからこう力入らへんくなって、でも僕のスタイル的にこうグッてこう力入れるスタイルやから、力入れへんのに無理やり力入れてるから、動きがぎこちなくなるんですよ。それがもう映像で見てもすごいわかるし、なんかもう俺向いてへんなと思って。なら2018年に僕と京子と松山の結城と3人で中国にショーをしに行って、その時に 2on2 のバトルがあったんですよ。僕全然出る気もちろんなかったけど、結城が「おじさん出ましょうよ」っつって言ってきて、で僕は「すっげえ嫌やったけど、ちょっとカッコつけて「あええよ」みたいな「なんかこれ内心なんで言うねん」とか思ったけど、その時ゲストバトラーがラッシュボールやったんですよ。で、もちろん僕は全然空回ったまま結城の力でどんどん勝ち続けていって、でラッシュボールが片や出てきて、で最後兄弟対決、師弟対決みたいな感じになって、決勝で最終的に勝ったんですよね。勝ったけど、俺からしたらもうほんまに結城におんぶに抱っこっていうか、勝たしてもらって、でも結城はすげえ喜んでくれて「もっちんさんやりましたね」みたいな「いやでも俺は全然や」っつって言って、何とも言われへん感覚やったんですね。優勝はしたけど自分じゃないっていう、自分はもう全然出し切れてないけど優勝してしまったみたいな感じで、その帰ってきた2日後にサマーダンスフォーエバージャパン2018があったんですよね。僕出たんですけど、もちろん予選敗退してすごい不甲斐なくて、最後まで見てたら、最後決勝が京吾とおさむちゃんやったんですよ。で僕そのバトル見てもう感動して、この人たちってそのダンスのスキルを自分の言葉にしてる、で自分の言葉で会話して「お前どうやねん」って言って「俺はこうやで」っつって「返せんのか」みたいなのが言葉に見えてしまって、でも気ぃ付いたらもう今もちょっと涙きてるんですけど、ほんまに泣いてるな。もう涙ブワー出てきて、結果的にはもうおさむちゃん勝ったけど、もう僕の中ではどっちもそういうものじゃない、あのバトルは。これがバトルやねんなって思って、俺これやったらやりたい、こんなダンスしたいと思って、そっからバトルに出る時に感じることを変えてみたんですよね。相手が前にいるとか、自分が今までやったものを出すとか、音楽を聴くとか、なんか違うことにこうフォーカスするようになっていってから、もういきなり結果がボンボンボンって出ちゃったんですよね。クラウンでその後すぐに優勝して、でフックアップも優勝して、どんどん結果が出るようになって、自分の中でこうバトルっていうものを楽しめるようになったっていうか、だから本当にこうターニングポイントを作ってくれたのはもう結城と、もう京子とおさむちゃん、この3人なんですよね。2019年にザ・ゲーム、カトッチがコールアウトしてくれて「チンディア」っつってこうね、コールアウトされた時にあの時ももう涙出そうだったけど、やっとここまで来たと。なるほど。デュオームの中でもう加藤京吾って言ったらもうバトルのすごい人たちみたいな感じやから、僕だけそこを置いてけぼりやったんですよね。だからデュオームによっても自信なかったし、もちろんさっきも振り作りの話とかしてたけど、僕って何もできてないんちゃうかって、デュオームの一員やってこう自分で思いたかったし、だからバトルで加藤と対面した時に、なんか俺ここまで来たよっていう気持ちで戦ってボロボロに負けたんですよ。もう自分の中ではボロボロやったんや。ボロボロに負けて、も
よう来たなってこうなんか言ってもらえた気がして、でその後サマーダンスウェーバーもう一回出て、でまたカトチで当たったんですよね。でその時はもう俺の中でもう準備して、絶対にカトチと当たったら行こうって思ってたけど、やっぱり刺されて、全然あかんくて、だからもうあの2人はいつまでもこう自分の中で大きな壁でいてくれるっていうか、でも仲間やし家族やしっていうなんかすごいこう絶妙な位置に折れてるんですけど、でも結局こういう気持ちになれたのもやっぱバトルがあったからこういう気持ちに気づけたんで、なんかほんまにこうバトルっていう文化に今は感謝してます。すいませんちょっとマジ泣きなってるっすけど。もう純粋やなーっていうか、もうニット君の時も泣き出してびっくりしたけど、まさかもっちんが今日も泣くとは思ってなかったから、なん俺別に何も言ってないんだけどみんなどんどん自爆してくれるんだけどいやでもやっぱマシンさんがこうやって声かけてくれて、で僕今がターニングポイント、まさに今立ってるとこなんで、なんかこのタイミングでマシンさんがこうやって声かけてくれたから、今日は全部吐き出そうって思って、なるほど、いう気持ちで来てたんで。ありがとう。めめっちゃいい話いっぱい聞いて。そういうタイミングでマシンさんがいつも声かけてくれはる。バトルで頑張ってる時も、なんかジャパンのジャッジ、誘ってくれたりとか、これからまた人生新しく頑張っていこうって思った時も、マシンさんがジャパンのジャッジお願いしてくれたり、常に僕が何かあった時にたまたまかもしれへんけどマシンさんが、でもやっぱりそういう風に動いてるっていうのが見えるからってことだと思うよ。そっか。それがだからいつも嬉しいから、なんか見てもらってるって気持ちはすごくやっぱりいつももっちんなんかめっちゃ頑張ってるなっていうのはやっぱり伝わってくるわけやんか。で今回も天神でこうやってね移転して、だからすごいこう今回俺の中では嬉しかったんですよね。話も出ましたけど、天理教のね、教会の息子さんやね。じゃあもっちんにとってヒップホップとは、さっきもねいろんな話の中で、そのヒップホップ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。